はい、じゃあ帰ってから1週間ほど経ちました。いつもの無人島ゾーンへやってきました。はい、こんにちは。小豆島漁師浜湯です。で、今回はですね、秋漁パート2ということで、早速網を仕掛けに置き行きたいと思います。今現在夜中の1時ですね。で、前回の動画の撮り終えたその日の夜でございます。1時ですが、元気に撮影していきたいと思います。で、夜の仕事というか、撮影とかあるんで、ヘッドライト持っていくんですけれども、これ本当ヘッドライトLED のが出だしたのは十何年前かな、13年前12年前、忘れましたけど、それぐらいに出てですね、ヘッドライトを昔から使ってるんですけど、もう本当だから十何年ヘッドライトを愛用してるんですが、ヘッドライトってめちゃくちゃ進化してるんですよ。何の話だって話ですけど、すごいね、進化してるということが伝えたかったというわけです。時間とか明るさとかそんな感じもありますけれども、行きましょう。で、前回もそうだったんですけど、今回も一人撮影なので主観多めにね撮っていこうと思います。主観もの好きな人からしたら問題ないですね。若干風はざわついてますが、皆さん見てる皆さんもざわついてるかと思います。ざわついてないか。行きましょう。で、今回はですね、萩を狙って縦網を仕掛けていきたいと思います。秋になるとよくおじいさんとね、縦網食いに行って萩を取ってきたのが懐かしい。あの頃は結構カワハギが多かったんですよね。で、あの頃に比べたらやっぱ萩も一回り小さくなって数も減っちゃいましたね。水温の変化とか海の環境とかいろいろあるんでしょうね。到着。いやー、ずっと大きい船で行ってたから、こっちの縦網船で行くのは久しぶりなんですよね。じゃあ船を寄せてと、太ってるから膝に来るな。で、今回はこちらの網で行きます。3号の目合いですね。本当は33ぐらいがいいんだけど、この船マジで1ヶ月ぐらい乗ってないからエンジンかかるんだろうか。よいしょ。このメインスイッチをね切っとかないとバッテリー上がっちゃってダメなんですよね。で、このドライブを下げると、これでエンジンかけます。かかりそう。チョーク引かなくてもかかりそうだ。で、ライフジャケットも着ましょう。じゃあ後ろほどいて出港です。出港。はい、じゃあ現場に到着しました。おじいさんともね、萩取るならここっていう感じの場所です。で、久しくこの船使ってないから蜘蛛の巣張ってますね。こことここにも。いいや、やってこう。はい、じゃあ旗入れて、ロープは縮めてます。で、鉛とでバックして網を真ん中へ。よいしょ。これで下がっていきます。じゃあ終わりの旗を入れて網入れは OK で、夜の海って結構いろんな生物が泳いでておもろいんですよね。なんか探しましょう。なんだあれは。デカデカトビエが2匹泳いでる。あんな網かかったらやばいぞ。ほら、これデカデカトビエ、網行くなよ。で、ダツも結構泳いでますね。このダツが光に反応して突き刺さってきて死亡事故とか、もう目に刺さった人もいたんじゃないかな、確か。あれは要注意です。じゃあ網やり終了したんで帰ります。ただいまというわけで帰ってきました。今現在2時ですね。2時15分で、6時ぐらいまでちょっと仮眠したいと思います。やっぱね、忙しい時とかは家に帰らず、もうちょっとね、事務所とかで寝ようかなと思います。おやすみ。魚がどれぐらいかかってるか、やっぱ網仕掛けたらそれがワクワクですよね。素敵なベッド。おやすみ。ありがとうございます。起きたふりです。さあ行こうか。
はい、じゃあ港到着しました。よいしょ。今日はちょっと牡蠣の反転しないといけないんで先にそれ行きます。到着運後。はい、で反転から帰ってきて、もうそれからバタバタしててですね、今1時15分、飯も食ってね、ちょっと牡蠣も反転したの戻していかないといけないし、網もねまだ結局くれてないんですよ。早く行かないと魚が死んじゃう。コンビニおにぎりです。じゃあ急いで帰って網くり行きます。出航。はい、じゃあいろいろあって現場に到着しました。ちゃんとね今回最初に言った通り主観物でやっていきます。昨日のね途切れがかかってないといいですね。桜。はい、じゃあ早速網を上げていきたいと思います。船を前進させて、こちら昨日仕掛けた旗の方に移動してきました。旗を運所と取ってネットローラーにかけて網を巻いていきます。でね、鉛も上げます何を言おうとしたんでしょうねって。さあ網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。さあ1匹目やってきました。残念ながら上がりになっている天然マダイです。どうしてもね長い時間仕掛けておくと海の中で泳いでたら大丈夫なんですけど、やっぱ死んじゃいますよね。で小さなヒラメがやってきました。小さなヒラメは外してもちろんリリースです。大きくなって帰ってきてください。小さい時に取ってもやっぱ相場は安いので大きくなって取る方がいいですよね。で縦網なんですけども、簡単に食ってるように見えますが、やっぱ丘の上と違って海の上は風とか潮の流れっていうものがあって常に流されてます。そういう状態で無理してあげちゃうと網が破れちゃうので、この操船しながらですね網のなるべく真上の方に行って網を上げていくようにしましょう。でやってきました。こちら僕いつも底ベラって言ってたんですけど、笹の葉ベラっていうお魚だそうです。調べました。でこれ結構臭いイメージがあったんですけど、天ぷらとか、刺身とか何して食ってもうまいです。たださばいてみると身はねすっごく青いです。で次にやってきたのが小さなキジハタと奥にはヒラメですかね。でこの小さなキジハタも逃がしていきましょう。ただこの子ね多すぎるとメバルとかもう何でも食っちゃう大食感なんで、多すぎても問題で、ヒラメかと思って外してみるとこちらアマテガレイですね。マカレイっていうマカレイとも言うんですけど、基本的に魚はマっていう名前がつくとマダイとかもそうなんですが、その魚の中心っていう意味です。意味というか、中心の魚はそう呼ばれます。それを船の底の、線を抜いて生かしていこうと思うんですが、なんで沈まないと思いますか。で船が浮くのは浮力という力が働くんですけど、物体が水をしのけるとそのね体積分だけ浮力が生まれます。船の沈んだ部分とその体積部分の浮力が釣り合ってるから船が沈まないんですよ。だから一部分だけ水を抜いて、そこが仮に重くなっても他の水が入ってこない体積分の浮力があるんで沈まないんです。ただ浮力の限界は船の体積分だけなんで、それを超える重量を乗せたりするとさすがに沈みます。じゃあ豆知識も終わったところで再度網を食っていきましょう。さあ何が来るのか。次はちゃんとヒラメとアコウですね。ちょっと大きなアコウです。でアコウはですねめちゃくちゃ長命で20年ぐらい生きるとされています。それで大食感ですからね、さっきの話に戻るんですけど、増えすぎたらメバルとかが減るっていう理由もよくわかります。そしてここでついにお目当てが来た。でかっ。お目当てのカワハギがやってきました。めちゃくちゃでかいハギですね。ちなみにカワハギはもう漢字で書くと魚辺に川でまんまカワハギです。でこちらのカワハギオスですね。ヒレを見てください。ヒレがピーンと出てるのがオスです。あれがないのがメスで、口はこんな感じで大変可愛らしいですね。で皮も非常にザラザラとした食感です。
見た目は非常に可愛いんですけど、越前クラゲを集団で襲ったり、カニや貝類などこの頑丈な歯で食べます。そして水中ではこのようにホバリングして泳ぐため、海のヘリコプターなんて呼ばれたりもするんです。いろんな魅力の詰まったいい魚ですね。で、次にやってきたのがカサゴですね。僕らはガシラなんて呼んだりもします。おじいさんが違うわ、ガシラじゃない、ガガナって呼ぶんですよ。なんでかは分かんないです。で、網から外してるとよく刺されてね、で微毒持ってるから微妙に痛いんですよ。オニオコゼとかに比べたら全然痛くないんですけど、で名前の由来はカサ、カッコ、要は出来物ですね。で、あと腫れ物が、その出来物とか腫れ物ができたように見えることからカサゴって言います。で、次に来たのがコショウダイの子供ですね。これめっちゃちっちゃいですけど、めちゃくちゃでかくなるんですよ。で、子供の時はこの黒い点々があって、これが大人になると消えていきます。で、コショウダイはこの点々が胡椒を散りばめたように見えるからです。で、次にまた大きなカサゴじゃないわ、ハギがやってきました。大きいって言ってもさっきよりはちっこいですね。で、網にこの角がよく引っかかるんですけど、この角はですね、この子たち喧嘩の時に使うんですが、負けた方は攻撃されないように幸福の印として角を畳みます。で、次にやってきたのがエギですね。エギ、このエギはイカとか釣るためなんですけど、ちょうど近くにイカ釣りの人がいました。網にかかってしまって申し訳ないです。ただ外すのがすごく大変。もらっておきましょう。そしてまた新顔、こちらはメジナ、僕らでいうグレです。グレっていうのは、この暗いが黒いから暗いでクレーってなってグレです。で、雑食性で何でも食べるので、場所によっては臭いんですが、秋のグレ、メジナはめちゃくちゃ美味しいです。釣りの厄介者なんて言われた、厄介者って言われてんのかな、わかんない。それはフグか。もうグレはめちゃくちゃ今美味しいんで、ぜひ皆さん食べてください。で、小さなハギが来て、小さなアコで、その後にまたソコベラが来て、キジハタが来て、ハギが来て、こちらはクロダイですね。で、こっから GoPro の調子が悪いのか、ちょっと映像の色合いがめちゃくちゃ悪くなるんですが、めっちゃでっかいヒラメが来ました。ただ秋はこれから産卵とかに向けてどんどん超えてきてる段階でまだ細いといった感じです。で、その後赤ゲタがパラパラとやってきてます。で、見てください、お魚いっぱい来てますよね。これね、近くに釣りしていた人がいて、僕すごい恥ずかしがり屋なんでカメラを加えることができませんでしたといったところで、網も残り少なくなってきました。で、これがメイタガレ、メダカです。目がこう高いとかそういう意味があります。で、網くりが終了したので帰りましょう。はい、じゃあ網くり終了しました。いや、少なかったですね。で、途中ちょっと潮が早かったりかかったりでカメラ回せなかったんですけど、その間に少しですよ、本当に少し他の魚が来てるんで、帰って外して見ていきましょう。はい、じゃあ魚が外せました。取れたものを見ていきましょう。赤ゲタ、アガリアコウ4つ、イキアコウ2つ、グレ、ヒラメ、アマテ、ガシラ、ウマズラ、アカエイ、オニオコゼで、今回目的のカワハギです。物はね、めちゃくちゃいいんですけど、なんか引数が少なすぎる。はい、じゃあ沖から帰ってきて、あれからまた他にもいろいろ仕事してですね、ようやく本日の仕事はあとちょっとで終わりということで、実はですね、明日っていうかもう今日の船で10時40分の夜行便で行くんですけど、ジャンボヘリに乗って岸和田に向かいます。岸和田でなにわの海づくり大会っていうのがありましてね、それのゲストとして呼ばれてるので、それに行きたいと思うんで、どうしようかな、ちゃちゃっと仕事終わらして行きたいと思います。さすがにですね、今回の量の少なさではダメということで、やっぱりリベンジをしたいと思います。もちろんこの動画でやるので、次の動画にリベンジじゃなくて、僕は基本的に1本の動画で完結させたいので、またね、帰ってきてから行くので、皆さんしばらくお待ちください。それじゃあジャンボヘリへ着きました。いやー、眠たいですね。でも船が着くんで車の方に移動してきました。で、もともとはですね、10時40分のに乗って、6時に神戸に着くやつに乗ろうとしたんですよ。で、それでちょっと酒でも飲んで寝たらええわって思ってたんですけど、僕ね、こう見えてめちゃくちゃ繊細で、個室じゃないとね、ちゃんと寝れないんですよ。贅沢だなって思うかもしれませんけど、やっぱイベント出るからにはね、物販もね、海苔も持ってきてるんですよ。そういうのもあるんで、やっぱしっかり寝ていきたいなと思ったんですけど、個室が空いてない。
でどうしようと思って一回帰ってたんですよ。帰ってもう朝の5時半の船で行こうかなと思ったんですけど、もう乗ったれと思ってね、もう高松行きに乗ったんで、ジャモフェリーで高松に行って、高松からサービスエリアで仮眠取りながら岸和田の方向かっていきたいと思いますよ。謎のテンションハイだね。ちゃんと自分の状態は意識しつつ仮眠していきたいと思います。はい、なんやかんや仮眠しながらサービスエリアで仮眠しながら岸和田の祭りにやってきました。こんな感じで物販もしております。頑張っていきます。はい、じゃあイベント終わりました。だいたい10時から3時ですね、イベント自体は。で、多くの方に来ていただいて、多くの方に喜んでいただきました。楽しかったです。疲れましたけど。で、今日は岸和田に一泊して帰りたいと思いますので、お疲れ様。出航。はい、じゃあ帰ってから1週間ほど経ちました。リベンジというわけでいつもの無人島ゾーンへやってきました。じゃあ移動して網上げたいと思います。もうこのね無人島でいなかったら今年は萩はもう絶望です。昨日もやっとったけど1匹しかいなかったですからね、他の場所で。小豆島の漁師 YouTuber 浜ゆりのサワラが大好評発売中。厳選されたサワラのみを使用し、衛生管理抜群の加工場で丁寧に焼き上げ、しっかりと梱包。一つ目が美味しいサワラの森を食べられるセットとなっております。内容量がサワラの1匹半分分と、サービスでまこと白子がついてます。もう一方がサワラのたたきができるものと味噌漬けが2つついております。美味しい瀬戸内海のサワラの味噌漬けが2つと、サワラの約4分の1匹分です。どちらも大満足の1箱となっております。ギフトにも最高です。今年もいかがでしょうか。はい、じゃあいつもの無人島へやってきたので網を上げていきましょう。ただこの日はあいにくの大風。果たして網を無事に繰り上げることができるのか。旗を捕まえて上げようとするが磯にかかってしまう。なんとかね、磯から外れる方向に船を引っ張って、外れるか外れるか。外れた。下のロープが外れました。で、磯っていうのは結局大きな岩とか小さな岩の集合体で、網がかかってて、その岩の方に引っ張ったら外れないので、外れる方向に引っ張るっていうのが大事です。さあ、大事なことも分かったところで、見事なドライビングテクニックで網の真上の方に船を移動して、いよいよ網を上げていきましょう。さあ、網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。1匹目上がってきたのは鯛の上がり。秋の鯛はもみじ鯛って言われます。何かしら名前がついてますね。さすが百魚の王で、2匹目取れたのがキジハタ。キジハタは漢字で書くとこう書いて、めちゃくちゃヒレが太いという意味です。で、次に来たのがカサゴですね。可愛らしい。この日は結構吹いてて、小さな刺し網の船なんてすぐ風で流されちゃうので、無茶をすると網が破れちゃうからもう大変。ちょっとね、魚を軽く投げちゃいましたけど、今と来たのは底ベラです。ほんと余裕ないから、もうしゃあないですね。しゃあないですねってなんかはい、でようやくお目当ての萩が来ました。それからキジハタもゲットですね。さあ、また何か上がってきました。なんとキジハタが2連続。瀬戸内海最高級魚のお魚が2連続3連続と幸先は非常にいいです。そしてまたカワハギが来て、次にやってきたのがコショウダイの子供のうちは縦縞があるんですが、大人になるとそれがなくなります。おっと、逆巻きしてしまいました。網が破れてるとどうしてもネットローラー巻いてるので逆巻きしてしまいます。さあ、大風の中網を一生懸命食ってる様子を主観でご覧ください。もう網くりと魚出し、それから逆巻き注意と、あとこうやって操船ですね。で、右を見ると磯の方にね船が流されてしまっているので、急いで磯から離れるように。でも網も伸ばしつつ、網を伸ばさないと船って回転、どう言ったらいいのかな、前だけ引っ張られるっていう、回転しないというか、そんなんで伸ばしながら調整しながら磯から離れていきます。そしてやってきたのがまたコショウダイの子供。
これねコショウダイってイサキ科の仲間でもタイっていう名前がつくのであやかりダイとかなんても言われてますね。あやかるのは僕も大好きでございます。いろいろ案件お待ちしておりますといったところで、なんとハギが3連チャン、これは嬉しい。で1個来てるのが馬面ハギですね。馬面だから馬面ハギ、漢字で書くと馬の面のハグって書くんですよ。結構漢字で書いたら恐ろしいですね。でまたやってきたのがいいキジハタで、最初にも言ったかもしれませんが、キジハタの名前の由来は生地に目の色が似てるからです。僕らはアコウって呼んでるんですけど、ハタ科の仲間で小豆島の近辺で唯一取れるハタですね。ハタ科の仲間、裸の仲間ではありません。さあ面白くないことを言ってますが、アコウが鈴なりですね。これは面白い。さあ魚もいっぱい来たところで、そろそろネットローラーに巻いて船を止めて魚を外そうと思ったら、なんとオニオコゼ刺されると非常に痛いです。めちゃくちゃ痛いです。アコウがいっぱい来てるんで先に外します。いいギアコウですよ。今相場いいからね、秋でもめっちゃ超えてるし、鍋にもってこいですよ。これ主人公は数は少ないですけど、こうやって外します。ここがかかんだよな。いいね。じゃあ魚が外せたところで再開していきましょう。でね、魚外す前に僕鈴なりとかってよく動画の中で使うんですけど、もともと果実がいっぱいなってる様子が神楽鈴のように見えるから鈴なりって言葉が来てるんですけど、だから僕の使い方はね間違ってるかもしれない。なんかいっぱいどんどん来るのを僕はいつも鈴なりって言います。ただいっぱい来た時に網に神楽鈴のように魚がなんか実ってるかかってるから鈴なりっていう使い方は間違いじゃないのかな。さあいっぱい石が来て、でアコウも来ました。でね、奥の方にオニオコゼを置いとくのは危ないからです。僕は昔膝で踏んで、もうそれがね股まで痛みが来たことがあるので、そうならないように端の方に置いております。でもう網を上げ出してからこの魚のラッシュ、これはまさに鈴なりと言っても過言ではないのではないでしょうか。馬面ハギにキジハタいっぱい来ております。そして何やら磯にまた網がかかったご様子。船を回していくと網が当然横に張ってきて魚が見えてきました。こちら今日一番の大きなカワハギですね。めちゃくちゃ大きくて肝もパンパン。カワハギの肝は海のフォアグラと言われております。それからハギはホバリングして泳ぐことができるので海のヘリコプターとも言われてるんですが、寝るときはね海藻などを加えて捕まって寝る習性があるそうです。かわいいですね。で次に来たのが小さなヒラメ。ヒラメはですね、これは放流サイズなんですけど、最大で全長1メートル、体重10キロにもなるんですが、あれがねそんなでかくなるんでしょうか。で寿命は3年ほどだから、その間にでかくなるやつはなるんでしょうね。そして魚も溜まってきたので、もう一度船を、網で固定して止めて魚を外していきます。で今からですね、僕の動画でよくある、さあこれだけの魚が溜まりました、外しましたみたいな、こんなして撮ってますっていう映像でございます。 YouTuber の裏といったところでしょうか。で実際の映像がこんな感じで、魚が外せましたよとカゴに入れて、これを池間の中へドボドボンと、これで OK。せっかくなんで一番大きいカワハギを取ってサムネを取っておきましょう。使うかは分かりませんが、手のひらと見比べても見劣りしないぐらいですね。無人島と合わせるとめちゃくちゃいい感じ。魚も外せたところでもう一度この大風の中網繰りに挑戦していきましょう。再開していきましょう。船を前に刺して網の方へ寄っていきます。これしないとね、最初に説明した通り石にかかってると大破れになっちゃいます。網も30万とかするんで、なるべく破らないように。魚で破れるよりね、やっぱ磯で破れたりする方が多いので、ひどい時だったらもう一旦丸々なくなっちゃったりしますからね。3万円分とかで。今着てるのがアイゴですね。アイゴはもう背びれとこの下のヒレに毒があって非常に危険です。ただ痛さ順位的に言うと、アカエイ、トビエイ、オニオコゼ、ゴンズイ、アイゴの順番ですね。僕は全てにおいて刺されてコンプリートしてますだからって感じですね。
でも赤エイとトビエイとオニオコゼだけこのね上3つはね飛び抜けていたいですね。で次に来たのがメダカですね。僕らはメダカ、目が飛び出て高いからメダカで、本来はメイタガレ、目と目の間に板状のものがあるから、おっとなんか来てる、なんか来てるこれね大風の中磯にかかってる時にやってきててめちゃくちゃ大変だったのを、ついこの間ですけど覚えてます。めちゃくちゃでかいトビエイですね。もう磯にかかってる時だとほんとね重たいし上がらないし、でも外さないといけないしで今風もあるから操縦するとことかにもかかってて大変です。トビエイをなんとか息吸うとこなんですけど、ここがこの吸気口って言ってあそこを掴んで引っ張り上げてなんとか一安心したところで、磯にかかってるしまだ奥から何か重たいものが来てる気がします。上げていってみるとまさかの赤エイのもうそこそこでかいやつですね。これが本当この2連チャンは大変でした。それもなんとか引っ張り上げてと思ったらやっぱ磯にかかってるのでこう一旦バックしてこう網を伸ばして斜めに引っ張らないと外れないので、一旦赤エイも入れてで磯から外れたなと思ったら繰り上げて網を巻き再開していきます。で取れたトビエイも赤エイもそこそこ大きなものではあるんですが、僕がこの動画で撮ったトビエイぜひ一度見てください。これがねもう子供に見えるぐらい3回りぐらいあと大きいです。それから味はめちゃくちゃまずかったんですけど、なんか調べてみると小さなトビエイは煮付けで食べるところとかもあるらしいです。あとトビエイって水面をバシャーンってよく跳ねて飛んでるんですけど、実はねそれだけが理由でトビエイってついてるんじゃなくて、色と姿が羽を広げたトンビを思わせるためですね。ちなみにトンビの正式名称はトビです。だからトビエイで、次見てください。さっき磯にかかってた部分にハギがいっぱいいます。やっぱ石とかがあると隠れる場所とか海藻とかが生えているんで、その周りにたくさんのお魚が生息していますね。これが魚礁になるのかな。魚礁は醤油だ合ってる？岩礁？ちょっと分かりませんが再開していきましょう。たくさんのお魚が相変わらず来ております。話は戻りますが、トビエイがなぜ飛ぶのかっていう理由調べたんですけれども、ボラと同じで体の寄生虫を落としたりコミュニケーションや求愛行動とも言われていますなんてほのぼの解説もしたりしてますが、もう動画で見る限りかなり大変そうですね。大風の中網をくるプラス撮影で何が大変かというと、当然画面が汚れてきます。汚れた画面はきれいにしないと。これがねやっぱ海の上での撮影の大変なところで、レンズが汚れてもう風吹いてるし仕事してるしで拭く暇もないんですよね。と言ってる時に何か来ました。でっかいハモですね。これまたでかいんですけど、僕のこの動画で出てくるハモの方がもっとでかいです。僕の二の腕、女性の太ももぐらいあります。それから小さな赤エイも来ました。赤エイはね実際天敵いなさそうな見た目なのに、実はハンマーヘッドシャークが天敵で、頭で押さえつけられて食べられます。おっとここで大きなキジハタが来ました。今日一番のキジハタですね。キジハタは放流されてから小さくなりがちだったんですけど、もう10年前とかだったらこのサイズ来たらこのサイズでした。これはね市場価値も非常に高くて、食べても何しても最高です。その後もバラバラとアコウが引き続き来て、網繰りは終了です。まだでした。メバルが来ましたと思ったら網繰りが終了です。お疲れ様でした。僕いやー本当に疲れました。金玉かくぐらいには疲れましたね。風吹きの量は非常に大変です。ただそれに見合っただけのお魚がたくさん、大きなトビエイほんとでかい、それからいろんな種類の豊富なお魚です。はい、じゃあ帰ってきました。風なんかめちゃくそね疲れましたね。やっぱ風吹いてるともう操船しながら風を受けながら繰りながら、磯はかかるわトビエイは来るわで大変でしたけど、その分めっちゃ取れました。取れたものを見ていきましょう。
すごい量だよ、アコウとハギで。よいしょ。よいしょ。はい、じゃあこれだけのお魚が取れました。ものすごい量ですよ。黒メバル、マダイ、ウマヅラハギ、カワハギ、キジハタ、大量です。ネイタガレイ、オニオコゼ、ハモ、ヒラメ、コショウダイ子供、ガシラ、イネゴチ、ソコベラ、アカエイ、そして特大のトビエです。はい、じゃあ水生かしておいて明日市場で売ります。よいしょ。でこの大金をお気づけにします。ウマヅラとね、この3つ特大で、あとは玉ですくって網水の中へ。で上がりは氷で、小さなカサゴはリリース。じゃあみんな大好きお魚たくさん水中映像を見ていきます。じゃあ調理開始だ。はい、じゃあこれらのでっかいハギを漬けにして沖漬け痛風丼作っていきます。締めていくんですけど、まずこのエラのとこね、ここだけ両方こう切れ目を入れます。で水の中へエラ膜切って、で水の中、これでこの子たちが呼吸のたびにきれいにね血が抜けて、肝の中の血も抜けます。これで OK。 待つこと5分。はい、じゃあ血が抜けました。はい、じゃあ次カワハギの皮を剥いでいきます。おじいさんがやってた方法でいきます。ここを切ってピローってやるだけです。これするとねちょっと肝が出てきちゃうのがデメリットで、あとはもう思いっきり剥くだけ。特に剥き手順とかもなく、それにしても見事なハギだ。パンパン、こんな感じで、次よくあるやつ、まず口を落として、でここも落とすんかな。正規のやつって言ってもあんまちゃんとは知らないんだけど、でここの硬い背びれじゃないわ、角か、角のとこ落として、でここのヒレ切って、でこの頭のとこも切って、下側の顎のとこも切る。でここからずっと入れてあげて、反対もこれで綺麗に剥けるはず。いきます。やっぱここが残るね、どうしても。こっから先は一発。はい、というわけで全部の皮が剥けました。皮切りとかウマヅラもいいんですけど、なんといってもやっぱこちらのマカワハギっていうのかな、ザ・マルハギが、もう見てこの肝、大量の肝すごいよ。これ内臓だけ引っ張って抜いとこう。後ろ側に腸があるから肝は前だから、これは抜ける。抜いて取っとく。はい、じゃあ鍋を用意して見事なハギを並べて入れていきます。でここに醤油と酒。うまそうすぎる。これ絶対うまいわ。かえってちょっとみりん足そう。はい、こんな感じ。しっかり浸かりそうです。ちょうどお昼の鐘。はい、じゃあ蓋して、家帰って冷蔵庫入れておきます。3日後が楽しみですね。それじゃあ3日後へさようなら。どすこい。はい、じゃあ今緊急で動画を回しております。まあ緊急でも何でもないです。ただ行ってみたくなっただけでございます。あれからですね4日経ちました。さあハギがどうなっているのか見ていきましょう。こちらオープン。4日経った鍋よっ。
でもこのまま喋り始めますけど、なんで4日も経ってしまったかというとですね、ちょっといろいろ仕事が忙しかったのと、三脚倒しちゃいました。忙しかったのと、ちょっと飲みすぎてこういう時あるよね、うまくいかない時。まだ飲んでないですよ。ちょっと三脚のここが締めれてなくてね、せっかくの皿の床に2回も倒しちゃったよ。話の続きですけど、飲みすぎて撮影がちょっと遅れちゃいました。じゃあ鍋を見に行こう。はい、というわけでこちらが4日経った沖漬け萩でございます。カポン。めっちゃ使ってるね。ただ切り身とかじゃなくて、もう丸太なんで、おそらく全然辛くはないと思いたい。揚げてみるとこんな感じです。すごいもう身がね引き締まって、水分が抜けたんでしょうね。肝もめちゃくちゃ硬いです。しっかりした感じに使ってます。じゃあ取り出して並べていきましょう。ちょうど今お昼の鐘が鳴ってます。ちなみに小豆島では夕方にも、カラスが鳴くから帰ろうとか、児童の皆さんなんかいい時間です帰りましょうみたいなチャイムみたいな音が流れるんですよ。それが結構島の外から来る人からしたら、なんか学校のチャイムみたいで嫌だとか、そういう言葉もあります。はい、 OK。 どれも綺麗に使っております。ちなみにこのまな板ですね、視聴者さんにもらったまな板で、ここに僕のサインがあります。浜湯。おまけにこのまな板サイズも測れる便利機能付きです。せっかくなんでこの萩、一番でかかった萩のねサイズ測ってみましょう。25センチ。30はいってほしかったね。じゃあ早速この4日間つけた沖漬け萩を使って沖漬け痛風丼を作っていきたいと思います。レッツゴー。じゃあ早速調理開始していきます。で調理開始する前に肝だけちょっとどんな味なんか切って食ってみよう。ちょうどね米が炊けました。僕はね贅沢って言われるかもしれないんですけど、30何時間経った米とかはちょっと苦手で、匂いがすごい出るじゃないですか。それだったらもう炊いて早めに冷凍して、でそれを食べる。早くこれを食べろよって感じなんでいただきますここで答え出ちゃうか。うまいんだけど、なんかカニ味噌風味がちょっと強くなって甘さがだいぶ減ってる気がする。気を取り直してやりましょう。痛風丼にしてみたら変わるかもしれない。何が原因なんでしょうね。そもそも甘みなんて糖分と、糖分じゃないな、これの場合ほとんど油なんですよこれ。とりあえずすっごい油の含有量なんですね。だからそれとかで多分甘みが出てるんだと思うんで、油が抜けることはないと思うんですけどね。とりあえずやっていきましょう。まずかかとで頭を落として、こちらペリペリと剥いでいきます。これで OK。 ごっつい肝。若干胆のうから汁が出てるのかな。で頭は後でまとめて取り出します。でとりあえず今3つの頭を割りました。でもうこの1個が僕の手のひらと変わらないぐらいでかいし、肝もそれぞれ半端なく入ってるんで、今回この3つでやっていきましょう。これだけちょっとちっちゃいね。じゃあすでにもうありえないほど使ってるんで、洗いながらこの肝を外していきたいと思います。胆のうが潰れても大丈夫っていう側面もあるけど、多分胆のう自体も固まってるから、これ胆のうなんですけど多分大丈夫です。ほら、大丈夫じゃなかった。固まってなかった。この胆のうがついた黄色いとこめっちゃ苦いんで、これはちょっと取りましょう。僕の場合はもうここ親指突っ込んで取ります。うわ、めっちゃね取れやすくなってる。肝自体がやっぱ肝が硬いからかな。あと冷やすと肝自体硬くなるんで、その効果もあると思う。それから塩分濃度が高い汁につけるとやっぱ水分が出たりとか、あと腐食防止効果かな、なんか原理忘れちゃいましたけど、そういうのがあるんですよね。長持ちさせたい場合は漬けにするっていう手もあり。それにしても1匹でこれですよ。でかすぎワロタですね。ワロリンゴで、この頭とかもう疲れすぎて、うちの従業員がね、このまま水で煮ても煮付けができるんちゃうかって言ってました。それはちょっとあれ面白いと思って話したけど、ここで話すとあんま面白くないんだな。僕自身あんま喋りとかは別に面白くないんで、どちらかというと映像クオリティとあとは天然ボケでちょっとかますぐらいのもんです。それとせっかくなんで、ついでに4日間つけた萩の頭は水で煮付けになるのか実験ということでやってみましょう。要は水で煮て頭に味がついておけば、もう煮付けとして合格ということにします。これを火にかけて、これで煮るだけ。ほんで萩も軽く洗って、
萩をいよいよさばいていきます。萩はね、結構真ん中の背骨が高かったり薄皮がついていたりと、結構ね初心者向けではないですね。さばくんだったらアジとかタイの方がいいかも。いただきます。久しぶりに飲みながらちょっと撮影したくなったんで飲みながら撮影します。めっちゃ久しぶりです。なんでかっていうと、ちょっと今日ね仕事で疲れてて、このままじゃテンション上がらない動画になってしまうなと私は危惧をしております。でね、酒飲んだ時の方がやっぱ頭が回るんですよね。頭が回るっていうか、なんか喋りやすい。でも喋ってることの8割以上が面白くないのかもしれない。酔ってなくても面白くないから、それだったらまだ喋ってる方がいいだろうと。で今さばいてみた感じなんですけど、身自体は漬けにしてた割には非常にね、なんか柔らかいですね。やっぱ萩のこの一番の特徴というか、いいところの一つであるすごいね弾力感とかもちもち感っていうのが、昆布締めした鯛みたいにもちっとしてる。さっきもちもち感って言ったんですけど、そのグリグリ感がないっていう感じかな。でちょっと見てください、こっちこっち。もうね煮付け水しか入れてない。僕これ醤油足してないんですけど、すごいねなんか煮付けっぽい色合いになってきてます。これは楽しみです。というわけで戻りましょう。そしたら反対の方もさばいていきます。で豆知識というか、僕のチャンネル情報の一つなんですけど、僕のチャンネルって本当男性視聴者の方が多くてですね、特に両動画とかだったらもう 95% ぐらい男性ばっかりです。さばく動画でもねほとんど男性なんですけどね、下ネタばっか言ってるからかな。こんな感じ。こんな僕でもね結構お子さんが見てて、最初お父さんが見てるんだけど、それを一緒にお子さんと見出して、お子さんがハマってお母さんもなんか見るみたいな感じで、ご家族で結構僕がイベントする時とかに会いに来てくれたりもしますね。萩は締めたてだとこう入れる時に生きてたらヒレがねピレーンって上がってさばきにくいんで、これは結構やっぱ上がってる時の方がさばきやすいかもしれない。でもっと使ってんのかなと思ったら、やっぱこの薄皮があるおかげなのか、そんな中身しっかりとは使ってない。端の方だけ使ってる。だから薄皮とすごいね塩水に守られながら中の身がしっかりと熟成したっていうイメージですね。で次に萩の腹膜ってもうほとんどあばら骨ないのかな。あばら骨はないけど、この腹膜の部分取っていきます。血合い骨はあるからね、この膜だから薄く取ってもどうせ膜だからほとんど残らないや。でここに血合い骨があるんで、この血合い骨の左右ですねを取っていきます。で普通はここに薄皮があるので、この薄皮を剥いだりするんですけれども、今回寝かしてるということで柔らかいので、あえてこの薄皮を残したまま細切りに長めに切っていきます。ちょっとでも食感が残るようにって感じかな。こういう残った切れ身は煮付けの中へ。はい、じゃあ全て細切りにできました。細切りとは何でしょうか。細い切りやめておこう。食事中の人もいらっしゃる。でここに肝入れて、でいつもならね叩いてあえたりミキサーでぐるぐるしたりするんですけど、ちょっと今回は肝の方も細切りにしてやっていこう。でなんでかっていうと気分ですね。あと飾り付けの時にちょっと分けたいなと思って。でもそれはなんか痛風丼じゃないからやっぱやめよう。いただきます痛風丼はねやっぱ練り合わせてこそだから全部入れちゃおう。漬けの醤油の風味のすっごいいい香りが漂う。混ぜるほど。でこれネギトロみたいにふわふわ食感がおすすめの人、おすすめっていうか好きな人はミキサーで混ぜるとめっちゃふわふわでなおかつ甘みもすごい際立ちます。で身の食感とか残したいんであればこのように和えるだけにとどめておきましょう。よしこんな感じで OK。はい、じゃあちょうどスタッフも帰ってきたところで簡単にやっていきましょう。簡単でおかしいけど、こちらのちょっと溶けちゃってるのかよくわからない、お椀にですね、こちら米をついでいきます。ちょうど炊きたてです。さっき話してた30何時間っていうのはちょうどねさっき
このまま使おうかなと思ったら30何時間だったんですよ。それは僕はちょっとね、贅沢病で。だからでも別に捨てたわけじゃないです。ちゃんと冷凍して、それはですね、雑煮じゃない、雑炊なりなんなりにしていきたいと思います。よし。じゃあ米をついで、ちょっとお椀も変えましたんで、ちょっとこっちのでかい方にします。より映える方に。映えも大事ですからね。で、このご飯にさっき刻んだ漬け痛風丼をドン。まだ丼になってないけどずれてるでこれも漬けで結構な味がついてるんで、いつもの痛風丼だったら入れないんですけど、卵黄をのせて、で刻みネギを散らせば、はい、こちら浜湯特製沖漬け痛風丼の完成です。じゃあこの水だけ汁も継ぎましょう。さすがにやっぱ煮付けと違って薄そうですね。どちらかというと汁といった感じです。これはこれでうまそうですね。はい、こんな感じ。はい、それじゃあコトリー。はい、じゃあ今回はせっかくなんで視聴者さんからいただいた浜湯まな板と一緒にいただきたいと思います。こちら沖漬けの痛風丼ですね。沖漬け萩の痛風丼か。これはうまそう。そしてこれは水の煮付けです。それじゃあ宴を始めようか。はい、それではいただきます。いやー、2回も大きいリベンジも含めて大変な撮影でしたけれども、報われるんでしょうか。はい、それじゃあまず卵黄を潰して、このたっぷり醤油の染み込んだ萩の肝と身に混ぜ合わせていきます。この極上の一口いただきます。めちゃくちゃうまそうです。なるほどね。口の中に漬け汁のすっごいいい香りと、それから熟成された萩の甘みプラスこの肝のコクっていうんですかね、それが混ざり合ったところにネギのシャキシャキ感とかもあって、もっちゃもっちゃしてる中にネギのシャキシャキ感もあるから、これはこれで美味しいです。ただ普通の締めたて痛風丼の方がうますぎて、これはこれで美味しいのになんかちょっとってなっちゃいますね。これはこれでめっちゃ美味しいんですけど、やっぱ萩はね、締めたてのグリグリしたのが美味しいかも。で、肝自体も漬けにしない方が甘い。で、次は萩の煮付け、水煮付けです。こっちの身はどうなんでしょうね。おお、水入れただけなのに普通に美味しいです。わあ、なんか汁がめちゃくちゃいいうどん屋さんっていうか、めっちゃいい出汁が出てる。この染み込んでた汁が溶け出したのと、あと多分骨からね、いい匂い、香り、それが出てんのか、味も出てるし、めっちゃ美味しい。汁の方が今回ちょっとびっくりしました。で、汁を作ったのには実はもう一個やりたいことがありまして、それがですね、こちらのご飯にこの漬けでもっちもちになった萩の切り身をのせます。で、ここにこちらの沸騰した萩の骨の出汁がめちゃくちゃ出た汁ですね。これを沸騰させた状態でこちらにかけると。これでほぐしていただきます。これは絶対美味しいよ。やっぱ熟成させた魚はね、火入れるとめっちゃ美味しくなるって聞くんですけど、本当美味しい。はい、じゃああとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、
じゃあ皆さん本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。まあね、最初は取れなかったんですけど、2回目は生地旗が特に多かったです。今回は萩狙いということで、沖で取れた萩を沖って言っても港なんですけど、港でつけて、それを沖漬けとして持って帰って4日間熟成させた上で通フードにしてみました。ただね、正直に言うと、普通に通フードにした方がはるかに美味しかったです。これはこれで美味しかったんで、よしとしましょう。でね、気をつけてほしいのが、肝をそのままお湯とかでやるとすっごい匂いが出るんで、肝はもう生か煮付けにした方が僕はいいと思います。そんな感じで、いかがだったでしょうか。それじゃあ本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。See you next time. バイバイ。